ライフイズギャンボー人生は春光系です。はい、ということでね、本日出る EPT トーナメントは参加費3000ユーロミステリーバウンティートーナメント。バウンティートーナメントっていうのは基本的に相手を飛ばした時にバウンティーチップみたいなのをもらって500ドルとか100ドル1000ドルみたいな感じでね、その飛ばした時点で賞金が確定するようなトーナメントなんですが、今回のトーナメントはそのバウンティーがね、未知数何ドルになるかわからないっていうね、かなりギャンブル性が高いトーナメントになります。マックスで言うとおそらく日本円にしてね1400万円以上のねバウンティーがあるようなかなり夢のあるトーナメントになっています。春ポーカーね、メインイベントは惜しくもね Day1 で敗退してしまったんですが、まだまだねこの EPT シリーズ続きますんで、春ポーカーミステリーバウンティーでね結果なんとか残したいなというふうに思ってます。ミステリーバウンティーをねめくる瞬間、一番ひりつく瞬間をね皆さんにお届けしたいと思いますんでね、その瞬間を楽しみにしといてください。ということで本日もミステリーバウンティートーナメントかましていけ。見づらいかもしれませんが、春ポーカーこの位置に座っています。というわけで初めて動画にできるハンドはこいつだ。エースジャックオフスーツ UTG から。現在ブラインドは200、400、BB アンティ400の状況で、春ポーカーはレイズ1000点を選択していきました。まだブラインドも浅いということがあるので、春ポーカーアグレッシブに攻めていこうと思っています。やはりこちらのミステリーバウンティー、砂利みたいなスタックを持ってデイ2に進出しても意味がない。そんなことを思っていると UTG プラス1に座っていた2019年 WSOP チャンピオンのプレイヤーに3ベットをかまされました。春ポーカーは一切写真撮ってとか言われへんのに、このプレイヤーはみんなから写真撮ってって言われまくってたので、ジェラシーモリモリです。そんな相手へのフラストレーションを発散するべく春ポーカーかましていきたいと思います。早めのポジションからの3ベットということもあるので、春ポーカーエースジャックオフスーツコールでは少し弱すぎるかなと思っています。ここはシンプルにフォールドか、あえての4ベットに回すか。炎の呼吸3倍連続型。春ポーカーはこういうハンドもライト4ベットのレンジに混ぜていきます。 UTG からのオープンということもあるので、相手自身もビビるでしょう。おおよそ3倍レイズの4ベット9000点を選択。みんなに声かけられてるからって調子乗んな。獲得賞金10億円以上取ってるからって調子乗んな。こっちはポーカー動画にコスプレ動画とか載せれる立場やぞ。さすがの WSOP チャンピオンも春ポーカーの人生に憧れたのか、ここで降参フォールドを選択。俺は縁柱煉獄教授郎、水をかけるのはやめてくれ。水は嫌だよ、清水なら OK。ということで春ポーカートーナメント序盤からアグレッシブなライト4ベットで WSOP チャンピオンに対してチップの圧力、そして人生の差を見せつけたナイス春ポーカー。だからスタックを築くためにもガンガンと攻めていかないといけないなと思っている春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。78スーツボタンから。現在もブラインド変わらず200、400、BB アンティ400の状況です。カットオフのプレイヤーまでフォールドして春ポーカーのターン、ボタンからのオープンレンジとしてシンプルに強いハンドとこのようなスーテッドコネクターもオープンレンジに入れていくとハンドが悟られにくくなると思います。ということで春ポーカーはここでレイズ900点を選択。この春ポーカーのオープンに対して SB のプレイヤーがコールを選択。ボタンからのオープンレンジは広いと思われていることが多いので、そちらも加味した上で戦っていかないとなというふうに思っていました。ということで BB のプレイヤーもコールを選択。3ウェイでフロップに参ります。フロップに落ちたのはクイーン4デュースの2ハートのボード。春ポーカーはフラッシュドローと遠いストレートドローがあるような状況になります。実際にクイーンなどを持っている時と混ぜて、今回はブラフベットを打っていきたいシチュエーションかなというふうに思います。春ポーカー自身がポジションがいいということもあるので、安めのベッドで主導権を握りつつ、ターン以降のカードで臨機応変にベッドサイズを変えていけたらなというふうに思っていました。春ポーカーの安めの CB に対してここで SB のプレイヤーがコールを選択。そして BB のプレイヤーはここでフォールドを選択されました。ということで人数1人減ってヘッズアップでターンに向かいます。ターンに落ちたのはキングのスペード。このターンカードに関してオリジナルに有利なカードではあるので、ターンでももう一発ブラフベッドを選択していきたいかなというふうに思っています。このターンカードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。ポラライズしたベッドでクイーンも下ろしに行くような大きめのサイズを使ってもいいんですが、ダブルフラッシュボードというドローが多いボードでもあるので、今回のボードにおいてはポラライズするより安めにベットしてシンプルにターンでもう1枚オーバーカードが落ちてしまって萎えているエース4やエースデュースなどが降りてくれたらいいなと思い、春ポーカーはベッド2200点を選択。6ポケ以下のポケットペアなんかもこのベッドでは降りてくれるんじゃないかなというふうに思って
っていました。このベッドに対してコールをされた場合、シンプルにクイーンヒットの場合が多いと思うので、それを分かった上でリバーカードによって対応を変えていこうと思いました。というところでリバーに落ちたのはエースのクラブ。これまたオリジナルの春ポーカーにとって有利なカードが落ちてくれました。基本的に春ポーカーリバーでハートが落ちない限りはドロー滑りが多すぎるので、ブラフベッドはしないでおこうと思っていましたが、このカードが落ちてしまうとさすがに悩んでしまうというところで、 SB のプレイヤーはこのリバーカードに対してもチェックを選択。オリジナルに有利なカードが落ちすぎてしまっているので、クイーンヒットも下ろしたい、そんな欲が春ポーカーに押し寄せてきました。現在のポットは9700点、7割ぐらいのベッドを選択するとクイーンヒットもフォールドを検討してくれるんじゃないかなと思い、春ポーカーはここでベッド7100点を選択。頼むから降りてくれ、春ポーカー8敗やねん。確かにドローミスは多いボードやけど、春ポーカー自身がエースキングを持っている可能性は十分にある。もしこのベッドにコールしたら訴えてやる。降りひんやつ全員実刑50年。人生は苦痛ですか、成功が全て。相手プレイヤーは結構考えてここでコールを選択。春ポーカーが78スーツをショーすると、相手のハンドはまさかの46スーツ。タフコールすぎるって。死刑。ということで春ポーカーのトリプルバレルブラフはあえなく失敗。 SB のプレイヤー自身さっきからめっちゃブラフとかかましていたプレイヤーですが、タフコールまでエグいとは思いませんでした。今回はミスってしまいましたが、毎回ブラフが成功するわけではない。相手の情報をインプットして次に活かせ春ポーカー。トリプルバレルブラフに失敗してあまりいい記憶ではありませんが、続いてのハンドはこいつだ。78スーツ BB から。現在ブラインド少し上がって200500 BB アンティ500の状況です。ここでミドルポジションのプレイヤーがレイズ1200点を選択。このオープンに対して春ポーカー、コールでも3ベッドでもどちらでもいいかなという風に思っています。 BB からマージナルなハンドで3ベッドすることもあるんですが、どちらかというとこのようなハンドではカットオフなどのブラインドに近いオープンに対してレイズを返していきたいかなと思ったので、今回春ポーカーはコールを選択しました。というところでフロップに参ります。フロップに落ちたのはジャック9の2ダイヤのボード。春ポーカーはフラッシュドローに加えて10でストレートのガットショットストレートドローがある状況となります。ボードは被ってしまっているので、どちらを引いてもフルハウスには負けていますが、十分にモンスタードローと言えるような状況にあります。というところでポット3100点に対してミドルポジションのプレイヤーがめちゃくちゃ安い CB ベッド600点を選択。もちろん安いので春ポーカードローという状況をコールしてもいいんですが、これにコールしてしまうとこちらがドローだったりそこまで強くないハンドに見られてしまうかなと思い、春ポーカーは逆の戦法を取りたいと思いました。というところで春ポーカーはここでチェックレイズ3000点を選択。エースハイに向けてバリューを打ってきたエースキングやエースクイーンなどを下ろせたらいいなと思っていると、相手プレイヤーはここでフォールドを選択。モンスタードローを持っていた春ポーカーですが現状8敗。ここで降りてくれて嬉しいでしょう。ナイス春パウンティー。トーナメント序盤からうまいようにスタックを増やせずもじもじ状態が続いています。というところで起死回生のこのハンド A シーズ BB から。現在もブラインド変わらず200500 BB アンティ500の状態ですが、いつ来てもこのハンドだけは心が震える。この史上最強のハンドで春ポーカーなんとしてもビッグポットを手にしたい。この最強のハンド A シーズは小さく取るか大きく取られるかみたいなハンドとよく言われますが、それは使い方が下手なだけ。春ポーカーにかかればこの A シーズもビッグポットを取る手段の一つとなる。そんなことを思っているとここでボタンのプレイヤーからレイズ1200点が飛んできました。ひとまず全員がフォールドみたいなクソ寒い展開にはならなかったので安心する春ポーカー。このオープンに対してはもちろん3ベッドを返してやろうかなという風に思っていました。ですが SB のプレイヤーがここで5000点チップを1枚出してコールを選択。このコールに対してももちろん春ポーカー3ベッドを返そうと思うんですが、後からわかるんですがこの SB のプレイヤーこの5000点のチップでレイズをしたかったようです。ルール的にはコール扱いになるので春ポーカーここで3ベッド4500点を選択すると、ここで SB のプレイヤーが俺5000点にレイズしたんやけどみたいなことを言い出したんですが、まあ当然ですがディーラーにそれはコール扱いになるんやでと諭されていました。というところでボタンのプレイヤーはフォールドを選択。わちゃわちゃ SB のプレイヤーが言っていますが、ここで SB はオールインを選択。実は俺エーシズなんだ。春ポーカースナップコールでここで AC 増床すると相手のハンドはテンズでした。オッケー、やっと来たかこのダブルアップチャンス。フロップは抜けて勝率は 92%、 そして 96%。 あとは点が出なければ春ポーカーの勝利。嘘やろ、それはおかしいやん。おかしい、トータルチャンスだ。おかしいおかしい。
ことで春ポーカーまさかの最強のハンドでいきなり飛んでしまう結果となりました。終わりました。意味が分かりません。もうワンチャンスいきます。これはしょうがないでしょう。本日から始めます春ポーカーの超有益うんちくコーナーということでね、早速一発目のうんちくなんですけども、ポーカープレイヤーってお酒好きな人多いと思うんよ。その中でも日本でねこよなく愛されているのがビールだと思います。そのビールのね一番の消費国どこやと思う？イメージで言うとドイツとか。俺もドイツだと思っててんやけど、チェコのね情報調べてみたら実はドイツよりもチェコの方がビールの消費量が多いんよ。この情報だけでも驚きやと思うんですけども、さらに驚いたことがあったんよ。ビール飲んだらめっちゃ楽しくなってご飯いっぱい食べるやん。大体食べたら居酒屋の奥に個室あると思うんよ。酔っ払ったらもうだるいなみたいな感じで行くやんか。個室に行ってそこでうんちくんするんよ。本日はうんちくんコーナーでした。ということで無事うんちくんも披露することができたので A シーズで一度は飛んでしまったんですが気を取り直してやっていきたいと思います。続いてのハンドはこいつだ。キング10オフスーツ BB から。現在ブラインドは 400、800、BB アンテ800の状況でハイジャックのプレイヤーがすでにレイズ1600点を選んでいる状況となります。ライト3ベッドも1回りですが今回はシンプルにディフェンスを選んでいこうと思います。春ポーカーはここでコールを選択。ハイジャックのプレイヤーとヘッズアップでフロップに回る形となりました。さすがにさっき下ブレたんやからシンプルに絡んで使わさいというところでフロップは7-5デュースの2クラブのボード。春ポーカー自身ボードに対して完全に滑ってはいますが BB に有利なボードということとバックドアでクラブのフラッシュドローがあるような状況となります。2オーバーもあるのでここでドンクベッドを選択するのも一部手段としてありですが今回はシンプルにチェックを選択。相手のアクションによって臨機応変に対応していこうと思っていました。するとオリジナルのハイジャックのプレイヤーはベッド1800点を選択。安めの CB ということもあるので春ポーカー自身コール以上の選択肢で考えています。春ポーカー自身がセットや2ペアを持っていた際にはレイズをしたくなるボードではありますし BB 側に有利ということがあります。しっかりと絡んだ時と混ぜて今回はフロップからチェックレイズを選択していってターンでクラブなどが落ちれば強気のオールイン選択なども検討しながら立ち回っていくのがいいんじゃないかなというふうに思えてきました。エースハイなどはこのチェックレイズで確実に下ろす。春ポーカーはレイズ5500点を選択。相手がもしも上ポケットのクイーンズなどを持っていてもまだキングヒットのアウツはあります。ですがフロップで降りてくれたら一番楽。しょぼめのエースハイは降りてくれと思っていた相手プレイヤーはここでフォールドを選択。現状キングハイという弱い役ではありましたがシチュエーションとボードを生かしてなんとかポットを獲得。ナイス春ポーカー。このトーナメントではいいハンドといいボードに巡り合えない春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。8-9オフスーツカットオフから。現在も先ほどとブラインド変わらず 400、800、BB アンテ800の状況です。春ポーカーの右隣ハイジャックのプレイヤーまでフォールドを選択。春ポーカーのターンとなります。カットオフと2番目にポジションがいいところなのでオープンしてもフォールドしてもどちらでもいいハンドかなというふうに思っています。ですが今回はハンドを散らすために春ポーカーはオープンレイズ1600点を選択。ブラインド的にも結構上がってきてはいますがまだオープンしてポストフロップを戦っていけるようなところかなというふうに思うので積極的にハンドに参加していこうかなというふうに思っていました。というところで BB のプレイヤーが春ポーカーのオープンに対してコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはエース S8 の2ダイヤのボード。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択されました。春ポーカーは8ヒットに加えてバックドアでフラッシュドローがあるようなボード。悪くないボードということもありますしエースが落ちているボードなので基本的に8ヒットなどを持っていなくても CB を打つボードかなというふうに思います。ということで春ポーカーはキングハイだったり下ポケットに対してバリューベッド1200点を選択していきました。このくらいのサイズならキングハイなども確実にコールしてくれるんじゃないかなというふうに思っていました。すると BB のプレイヤーは春ポーカーのペットに対してコールを選択。ターンに向かいたいと思います。キングやクイーンはやめてくれ。そんなことを思っているとターンに落ちたのは6のハート。これは春ポーカーにとって悪くないカードが落ちてくれました。このターンに対しても相手プレイヤーはチェックを選択。ここで春ポーカーはベットするか悩みましたがここでベットしたとしてもキングハイはコールしてくれないでしょうし一旦チェックを挟んだ方が下ポケなどにもバリューベットを取りやすいんじゃないかなと思いチェックバックを選択。さらには相手がエースを持っている可能性も十分にあるのでそこのリスクヘッジも含めたターンでのアクションでした。ダイヤも抑えているのでフラッシュドローもそこまで怖くなかったというところもあります。というところでリバーに落ちたのはジャックのスペード。このリバーカードに対しても BB のプレイヤーはチェックを選択。リバーでは小さめに打つかチェックバックかどちらでもいいかなとは思っていましたが今回はリスクヘッジを取ってチェックバックを選択。すると相手のハンドはまさかのクイーンズ。そ
これは強すぎる。リバーナイスチェック春ポーカー。リバーのジャックスペードを春ポーカー側が拾っている可能性は十分にありますし、キングハイだったり下ポケットが春ポーカーのベッドに対してコールしづらい状況になっているかなという風に思っていました。さらにポケットペアに向けて小さめに打つのはワンチャンありかなとも思いましたが、その動き的に春ポーカーがエースを持っている可能性がほぼほぼない動きすぎて、そこでブラフレイズを返されたらそのレイズに対してコールで対抗するのは結構厳しいかなと思い、春ポーカー今回はシンプルに商談を目指しました。頑張ってボードとかアクションの内容をメモっている裏の春ポーカー垣間見えちゃってます。先ほどの8級からもなかなかハンドに恵まれずじりじりスタックを減らす春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。2ポケボタンから。現在春ポーカーブラインドに対して 30BB ほどのスタックを持っている状況となります。ここでミドルポジションのプレイヤーがレイズ1600点を選択。このオープンに対してもちろんシンプルにフォールドすることもありですが、本当に強いハンドを持っている時と混ぜてスチール目的のオールイン選択をするのもあり、ここはビビらず一発かます。ゴンゴムーテックがチャレンジ。春ポーカーはここでオールイン23500点を選択。下ポケはこのブラインドでポストフロップに入ってしまうと本来の勝率を達成することが難しい。だからこそ時々は強いハンドと混ぜてこういうハンドでもオールインをかます。すると相手プレイヤーは春ポーカーのオールインに対してフォールドを選択。今までなら脳死でフォールドしていたようなこのハンドですが、下ポケを活かせる場所を正確に捉えて、時々はこのような形で果敢にスチールを狙いに行くのもありなんじゃないかなという風に思いました。もちろん分散は激しくなりますが、優勝を狙いに行くにはこういうプレーも必要だと思います。ナイス春ポーカーというわけでトーナメント1回飛んでリバイ後はもじもじした展開が続く春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース3オフスーツBB から。現在もブラインド変わらず400、800、BB アンテ800の状況です。というところでカットオフのプレイヤーがここでレイズ1700点を選択。このオープンに対しては春ポーカー BB からシンプルにディフェンスでいいんじゃないかなと思い、ここでコールを選択しました。というわけでカットオフのプレイヤーとヘッズアップでフロップに参る形となります。フロップに落ちたのはエース58の2ダイヤのボード。春ポーカーはトップヒットを完成。ドンクベッドを選択するようなボードでもないので春ポーカーはチェックを選択。相手の動きを待っていきたいと思います。春ポーカーのチェックに対してカットオフのプレイヤーはコンジェネーションベッド1400点を選択。一般的な CB のサイズだとは思いますが、このベッドに対してはもちろん春ポーカー降りる選択肢はなく、ほぼほぼコールでいいんじゃないかなという風に思っています。レイズはよほど相手の情報がない限りはやりすぎかなという風に思うので、春ポーカーはシンプルにここでコールを選択。ターンに向かいたいと思います。ターンに落ちたのはキングのスペード。ボードはドローが濃いウェットなダブルフラッシュボードとなりました。このボードに対しても基本的にはチェックコール体制でいいのかなと思い、春ポーカーはチェックを選択しました。このボードでエースヒット、よほどのポラライズベッドが飛んでこない限りは基本的にコール以上を選択していこうかなという風に思っていると、ここでカットオフのプレイヤーからベッド3100点が飛んできました。このターンのベッドに対してはドローもかなり多いので、そこに向けてレイズを返していってもいいかなという風に思いました。ですが春ポーカー自身今回はエーススペードも持っているので、まあコールでもいいかなと思い、今回はコールを選択。リバーでダイヤなどのややこしいカードが落ちてほしくないなと思いつつ、リバーに向かいたいと思います。そしてリバーに落ちたのは5のスペード。このリバーカードによって相手がエース8やエースキングを持っていない限りはエース同士はチョップというような状況になりました。春ポーカー自身エーススペードも抑えているので、相手のランナーフラッシュはそこまで怖くありません。リバーでも相手のブラフを誘うべくチェックコール体制を選択。相手からオールインがもしも飛んできたとしても、これはコールをしないといけないかなという風に思っていました。相手プレイヤーは春ポーカーのチェックに対して少し悩んで、ここでチェックバックを選択。春ポーカーがエース3オフ2と勝すると相手はハンドをマック。春ポーカーの勝利となります。ターンでは一部レイズを返してもよかったと思いますが、まあこれでもいいでしょう。次のハンドでもというわけで春ポーカー、このテーブルで結果を打った感触としてはラスベガスで出る3000ドルのトーナメントなどに比べてかなり辛いテーブルだなという風に思っていました。さすがはヨーロッパのトーナメントといったところか。ですがビビらず引き締めてプレイしていきたいと思います。というところでこのハンドエース4スーツミドルポジションから。現在もブラインド変わらず400、800、BB アンテ800の状況で、春ポーカーこのハンドをもちろんオープンしていこうと思います。ここら辺はだいたい 2BB 近くのオープンサイズになっていくと思います。春ポーカーが選んだサイズはレイズ1700点。このレイズに対して対面に座っているボタンのプレイヤーがコールを選択。このボタンのコールに対してその横に座られている SB のプレイヤーもチップを取ってここでコールを選択。現在の状況でも 3way BB もオッズがあったのか、ここでコールを選択して4ウェイでフロップに参ることとなりました。
3ウェイ4ウェイ全く問題ねえ。来るならまとめてかかってこい。A スポーツ2ダイヤでフラッシュドローがついた場合ならマルチ A でも戦っていきやすいハンドということで4ウェイでフロップに参ります。フロップに落ちたのはエースジャック6の2ダイヤのボード。春峰会にとって激アツのボードが落ちてくれました。このボードに対して SB そして BB のプレイヤーがチェックを選択。春峰会のターンとなります。もちろんベッドを選択してもいいんですが、今回は春峰会スロープレイのチェックを選択。ナッツフラッシュドローに加えてエースヒットまであるのでスロープレイを選択してもいいかなという風に思いました。というところでターンに落ちたのは天のハート。このボードに対しても SB そして BB のプレイヤーがチェックを選択。ここからはさすがに打ち出していこうと思います。春峰会はドローに加えてトップヒットも持っているのでストレートドローやフラッシュドローなどあらゆるドローについてきてもらってもいいかなという風に思ったので、ポジションも4ウェイの中で2番目にいいのでそこまで高く打つ必要はないかなと思い、ここでベッド2800点を選択していきました。春峰会と同じようなワンヒットプラスドローがついているところなどもこのベッドにはコールしてくれると思います。もしもダイヤのフラッシュ引き合いとかになったらそれが一番激アツパターンというところで、春峰会のベッドに対してボタンのプレイヤーはここでフォールドを選択。 SB、BB のアクションを待っていきたいと思います。シンプルに春峰会がポジション優位な状況でコールをしてくれたら一番嬉しい、そんなことを思っていると、ここでまさかの SB からチェックレイズ1万点が飛んできました。このチェックレイズに対して BB のプレイヤーはフォールドを選択。春峰会自身このチェックレイズを食らってめちゃくちゃ嬉しいという状況ではありませんが、もちろんナッツフラッシュドローがついているため降りる選択肢はありません。さらなるレイズを返すオールインを選択するかコールをするかで迷っていましたが、ドローを抑えているためコールをして相手がブラフでレイズしている場合はそれを継続させた方が期待値がプラスかなと思い、春峰会はコールを選択。リバーでハートとキングクイーンだけはマジで落とすなというところでリバーは5のハート。春峰会にとって最悪のリバーカードが落ちてくれました。頼む SB のプレイヤー、このリバーだけは止まってくれ、頼むからオールにすんな。そう願っていましたが SB のプレイヤーはここで春峰会に対してオールインを選択。めちゃくちゃだるいシチュエーションにはなってしまいましたが、相手のブラフレンジさらにはバリューレンジがどこかを冷静に考えていきたいと思います。ここまで強いアクションを取れる相手のバリューレンジとしてはストレートかフラッシュぐらいなんじゃないかなと思う春峰会。ブラフで言うとクイーン9の1枚ハート持ちとか89の1枚ハート持ちぐらいかなという風に思います。アクションの流れとしてもターンで春峰会のベッドに対して相手がチェックレイズ、それに春峰会がコールしているので春峰会側がハート2枚持っていても何らおかしくないこのシチュエーションで相手は自信満々にオールインをしてきています。2ペアなんかでもこのリバーカードに対しては止まるプレイヤーが結構多いと思います。ダイヤのフラッシュドロー滑りの部分も春峰会が抑えてしまっているところもネックです。フォーウェイでこのフロップ神みたいなボードやったのに。危ない、逃げろ、騒ぐ。このアクションの中ではさすがに危険かなということで春峰会は泣く泣くフォールドを選択。テーブルがなかなかに辛いというところもありますが、ボードそしてハンドにもなかなか恵まれきれません。諦めずに夢を見せろ春。調子ですか？激悪です。2万500点しかないですね。ちなみにこのいつも激悪です。こいつのせいですね多分。まあ A シーズ負けたから下振れ貯金溜まってるはずやしね。春峰がここからでも挽回できるから、今回でディナーブレイク入ったんですけども、プレイヤーズパーティーがちょっと行われてるみたいなんで、気分変えるためにもねちょっとプレイヤーズパーティー楽しんでいきたいと思ってます。WSOP も APT も行ったことあるんやけど、基本的にお酒とご飯がタダみたいな感じなんやけど、こんな催し物があるんや。あと今通られた方は世界一でかい人です、はい、あれが世界一でかい方です。ギネス取られてます。あ、そういうこと。片押しかこれ。ベクワン OK 稲妻あれこれをちょっと外出てみますか。どうですか？これがチェコを取る男です。どうですか？景色より俺見ろ。俺のタワマンの方が景色綺麗です。もうどうでもいい。
プレイヤーズパーティーで気分をリフレッシュした春ポーカー。ここからは先ほどと違い勢いに乗っていけるかなというところでこのハンドキング9スーツ BB から現在ブラインド上がって500戦 BB アンティ戦の状況です。というところで春ポーカーの左隣 UTG のプレイヤーがレイズ2200点をここで選択。先ほどのエース4スーツでかなりスタックが削られているので春ポーカー自身一発はダブルアップしたいなというような状況となっています。 UTG からのオープンということで相手のハンドかなり強いことが予想されますが、このようにカットオフのプレイヤーなどがコールするとなると春ポーカーもオッズが合ってくるので、ここら辺からディフェンスしようかなという風に思っていました。春ポーカー自身ショートなのでヒットしたり強めのドローがついたらもうぶち込む覚悟でプレイしないといけないなという風に思っていました。ここで春ポーカーの右隣 SB のプレイヤーもコールを選択。春ポーカーのターンとなります。これだけ人数が増えればさすがにオッズが合ってしまう。春ポーカーはここでコールを選択。4way でフロップに参る形となりました。とにかく絡んでくださいというところでフロップに落ちたのは弱点8のレインボーボード。春ポーカーはフロップでオープンエンドストレートドローがつきました。さらにクイーンが落ちた場合同じ9にも勝てるストレートという結構ドローの中では強い状況ができました。ドンクオールインをしてもいいんですがオリジナルの人のベッドに対してレイズをかぶせて人数を減らした方が引けた時の期待値もでかいですし適当についてきたところを下ろせるので、もしかするとデッドマネーなども生まれて美味しい状況が作り出せるかなと思い春ポーカーは一旦チェックを選択していきました。ショートスタックの春ポーカーはこのボードが落ちてしまった時点でもう入れ切る覚悟しかありません。あとはどのような展開に巻き込めるか、それだけが春ポーカーの勝負です。というところで UTG のプレイヤーがここでコンティネーションベッド2500点を選択。カットオフのプレイヤーはこのベッドに対してフォールドを選択されました。できればこの悩まれている SB のプレイヤーもコールして春ポーカーそれに対してオールインをかぶせたい。そんなことを思っているとここで SB のプレイヤーはまんまとコールを選択。このコールに対しては春ポーカーもちろんオールインでどちらか一人でも下ろせたら美味しいと思っています。というところで春ポーカーここでオールイン8700点を選択。どのようなハンドに対してもおそらく勝率 32% 以上は持っていると思っていたので、デッドマネーさらには春ポーカーのスタックを考えるとこのオールインが一番正しかったんじゃないかなという風に思っています。あとはこの2プレイヤーどちらも下ろせるなんかの神展開が来たら一番嬉しいですが、そこまではさすがに望めないと思います。どちらかにコールされた場合は春ポーカーオープンエンド引き切ったれ。そんなことを思っているとここで UTG のプレイヤーがオールインを選択。 UTG のプレイヤーはキングスを持っていました。キングがアウツになってないのはちょっと痛い。でも大丈夫。クイーンかセブンどっちか引いたらいいんや。リバーに落ちたのは8のクラブということで春ポーカー3000ユーロミステリーバウンティーここであえなく敗退が決まりました。いやー厳しすぎーだ A シーズは引かれて点ずにキング9はオープンエンド引けずと、それは負けますわ。ということでね、もうすっかり雪景色なんですけどもね、ひんやりしてます。僕の心もお財布も無理です。ラスベガスに比べてヨーロッパって辛いって結構聞いてたんよ。でも今日までとかはそんな感じてなかった。メインも結構辛かったけど結構今日は感じた。ラスベガスで3000ドルのミステリーバウンティーやったらもう少し戦いやすいかなっていう風に思うんやけど、今日の最後のねキング9で飛んだテーブルマジ辛かった。全員プロじゃないかなっていうぐらい、しかももうトナメプロって感じ。もう打ち方みんな分かっててもうかなりきついシチュエーション多かったんで、もう無理。椅子も悪いしもう何もかも悪い。こういうねこの悔しいこの帰り道が次のね一発大きな花火上げてくれると信じてます。今日の中でもミスプレー何個か多分自分自身でもねあるとは思ってるんで、今日のプレー振り返りつつこの寒空の中ちょっと頭冷やしたいと思います。皆さんもねトーナメント辛いこと多いと思いますが春ポーカーと一緒に頑張りましょう。